はい、JMA の吉田です。今日はですね、抗菌、そういう感染症に対してのお話、声優がどのように、効くのかというお話をしたいと思います。ね、画面を共有いたします。はい、声優の抗菌力と、心筋、抗心筋に関してですね。実際に感染症って言いますと、菌類ですとか真菌、寄生虫、ウイルスというのが原因であるんですけど、よく病院で出る抗生剤の効き目は、菌には効果があるんですけど、ウイルス、真菌、寄生虫には効果はありません。しかし、精油は一定の病原体を目的に作られたものではないので、自然の植物が生きるために作られたものです。私たちはその成分を調べて、どの成分がどのような病原体に効くかを研究いたしました。その結果、菌類だけではなく、真菌、寄生虫に効果なども存在しました。今日はそのお話をしたいと思います。フェノール係数っていうのを使ってちょっとお話をしたいと思うんですけど、これは世界中の研究者がいろいろなフェノール係数を出してるんです。で、実際に非常に甘い先生もいたり、非常に、厳しい先生もいたりするんですけど、19のデータの平均値を僕は出しました。で、実際に、精油の中で、フェノール係数20というのは一番強かったです。で、実際このフェノール係数というのは、フェノール、石炭酸を1として考えて、何倍抗菌力あるか。20倍ですね。それがチモールとカルバクロールという成分にありまして、グループはフェノール類でした。多く入っている精油がオレガノという精油でした。これ自然の構成物質とも言われています。そしてフェノール係数17、3ポイント落ちるんですけど、オイゲノールという成分でした。これもグループではフェノール類です。クローブという精油に入ってました。このオイゲノールは、抗菌力だけではなくて、抗心筋、さっきのチモールカルバクロムの抗心筋にも効果が認められました。そして、このオイゲノールは、局部麻酔というのもありました。ア根形成というのもありました。やっぱり自然の精油というのは、目的がその病気に対して、その効果だけで作られているもの、いろんな効果があったりするものがありますね。で、実際にまだまだ未知のものもあったりいたします。で、3番目がフェノール係数15で、経皮アルデヒド、これ、芳香属アルデヒドというグループです。で、これはシナモンカッシャという性に入っていました。これはどちらかというと、寄生虫やなんかの駆虫剤として昔から使われている成分でした、実際に。で、このフェノール類、芳香属アルデヒド類は、肌刺激にもなるので、一つの精油に、合計で10%以上入ってたら薄めましょうというガイドラインを JMA では作りました。もう一つ肌刺激が、ケトン類というのもあるので、これも含めて10%以下ですね。そしてフェノール係数12、ゲラニオール、モノテルペンアルコール類です。これはパルマローザという成に、多く入っております。で、これは非常にですね、幅広く抗菌、緑膿菌ですとか大腸菌ですとか、幅広く菌類に対して効果が見られました。で、なおかつこのゲラニオールは心筋に対しても効果が認められました。この他のモノテルペンアルコールの成分は心筋は非常に難しいところもありましたね。ちなみにティートリー、ペパーミント、ユーカリなど、一般的にネットで出てる精油なんですけど、これはフェノール係数2から3、非常に低かった。ニキビやなんかのアクネ菌には効果があるんですけど、大腸菌ですとかそういうものは非常に難しいなということがあります。ですから実際に、どういう成分でどういう精油を使ってどういう病原体にというのが分かっていれば、メディカルアロマも精油もですね、効果的に使えるんではないかという可能性が非常にあります。ですからやはり普通のアロマ、香りではなく成分を考え、そしてどういう病原体に効果があるのかを考え、精油を選ぶというのが非常に重要になってくると思います。こういう勉強をうちの JMA は、実際に教会で勉強しながら、家庭での健康管理、病気にならないように使っている。それが JMA のメディカルアロマです。以上でした。ありがとうございます。